今回は日本ではおなじみの札幌一番味噌ラーメンをスパイスでアレンジします。正直、最初はこれは邪道かも、せっかくの味噌ラーメンがもったいないって思っていたんですが、試しに作ってみたらびっくり。辛くてコクがあって、体がじんわり温まって、とにかく美味しい。インドカレーを作る方なら一度は感じたことがあるかもしれませんが、インド料理ってコクを出すのがちょっと難しいんですよね。でも、スパイスに日本の味噌ラーメンを掛け合わせたら、まさに辛さとコクのいいとこ取りができちゃいました。実はこのアレンジのきっかけは、視聴者さんから辛ラーメンをスパイスでアレンジしたら美味しいよと教えてもらったこと。この場をお借りして、ダンニャワード。それでは作っていきましょう。お家にスパイスがある方もない方も、辛いのが好き、スパイスが好き、寒い日に体の芯からポカポカ温まりたい方にぴったりの味噌ラーメンアレンジです。ぜひ試してみてくださいね。玉ねぎは少量をみじん切りします。今回は1食分に対して小さな玉ねぎの4分の1を使っています。あとはインドカレーの定番のニンニクと生姜、そして青唐辛子を各1個ずつ用意し、こちらも刻みます。そして、できれば必ず入れてほしいのが、このトマト。小さめのトマトを半分、みじん切りにして加えます。入れる入れない、どちらも試してみたんですが、入れると味のまとまりとフレッシュな旨味が全然違いました。あと、用意するスパイスは基本的なインドカレー作りでよく使われるスパイスです。ターメリックパウダーはほんの少し。小さじ8分の1くらいです。続いて、コリアンダーパウダー小さじ2分の1。レッドチリパウダーはお好みの分量で。私は辛いのが好きなので、小さじ2分の1加えています。ガラムマサラは多めの割合で、小さじ1。そして、油に香りを移して食感も感じるように。クミンシードを小さじ2分の1使います。他に油と水、塩と砂糖を1つまみずつ使いますが、メインの材料はこんな感じです。具には私の好きなさつま揚げを使います。炒めても煮てもいい旨味が出るので、日本の料理でもよく登場するお気に入りの食材です。鍋に油を大さじ2分の1を入れ温めます。本当は体のためを思ったら油を減らしたいところですが、やはりスパイスを際立たせるには油は欠かせません。続いてクミンシードを入れて、パチッと弾けた音がしたら、カットした玉ねぎなどの野菜をすべて入れて炒めます。以前、インドのインスタント麺、マギーの動画、見てくださいました？あの時、マギーの美味しさの秘密を探るために、パウチのスープの粉を観察してみたんですが、そこで発見したのが砂糖。もしかして少しキャラメリゼっぽく炒めてほんのり焦がしたらさらに美味しくなるかもと思って、今回は塩と砂糖を一つまみずつ加えて炒めてみました。玉ねぎが半透明になったら用意したパウダースパイスを加えて3分間炒めます。炒めやすいように水ちょい足しします。そして水を加えます。パッケージには水 500ml と書かれていますが、私は 480ml と少し水を少なくして味濃いめにするのが好みです。そうそう、さつま揚げも入れなくては。あとは沸騰したら麺を入れてスープの素を入れて3分間一緒に煮込みます。彩りはちょっと寂しい仕上がりですが、スパイスを炒める以外はできるだけシンプルに簡単に済ませたい気持ちが勝ちました。あとは3分ほど煮込めば完成です。最後に同梱している七味スパイスをトッピングしたらいただきましょう。सपनों में बस तू ही तू दिल से दिल का रिश्ता है रूह तक भी बहरा है。 いかがでしたか？画面越しにこの味と香りをお届けできないのが本当に残念です。でも
一度食べたら癖になるほど美味しくて、私だけでなく、好き嫌いがはっきりしていてお世辞が言えないインド人の夫にも、これは美味しいとまたもやデリシャスの称号をもらうことができました。そして、柔らかい麺に抵抗がない方は、ぜひそのまま少し放置して、麺にスープを吸わせてから食べてみてください。これがまた、しっかり味が染みて、おつな味なんです。ということで今回は、インスタントの味噌ラーメンをスパイスでアレンジした作り方をご紹介しました。また次回の動画でもお会いできたら嬉しいです。では、また。フィルミレンゲージ。